桜山さん。あら、呪いくん。そのファイル持って帰るの？葛高町が家に持って帰って続きはやれって。クーズーター、まだポリスにそんな指示を出してんのか。そんなの持って電車乗れないでしょ。今日は近くまで乗せて行ってあげる。いいんですか？お願いしたいです。なんかいい話？そうなの？真面目部長、ちょっとお話が。真面目部長、また楠高町が何かこそこそやっているようなので少し調べます。お願いします。分かったら教えてね。いいか、定時過ぎると残業になってしまうから急いでやれよ。今日のタスクが定時までに終わらなかったら家に持って帰ってやれよ。そういうことだったのね。やっぱりお前は呪いな。それ持って帰って明日の朝までに終わらせろよ。葛高町、これはどういうことですか？どういうことを？お前に関係ないだろう。定時過ぎると残業になるから自宅で仕事をしろってことなんじゃないですか？だったらなんだって言うんだ。こいつが仕事が遅いから別の方法を考えただけだろう。葛高町、聞かせてもらったよ。呪いくん、その書類は職場に戻して今日は帰りなさい。はい、わかりました。葛高町、懲りずにまたこんなことをしているんだね。明日朝一に総務部へ来なさい。葛高町、どうしてあんなことをさせたんだ？定時を過ぎたら残業になるって言われたから定時に帰らせようとしただけです。定時に帰らせるのはいいことだけど仕事を持って帰らせちゃダメでしょう。自宅でやったら指揮命令していないんだから残業にならないでしょう。そもそも持ち帰り残業の業務が社外に持ち出していいものであることが重要です。社外費扱いになっているものを許可なく家に持って帰ることはあってはなりません。当然葛高町は知っていますよね。知ってはいるけどそれでは持って帰ってする仕事なんてほとんどなくなってしまう。知っていて無許可で社外費を持ち出させていたとは。さて、ここからの話はこのことが守られている前提です。持ち帰り残業が全て労働時間とみなされるわけではありませんが、労働時間とみなされるには条件があります。まず第一に持ち帰り残業を義務付けられた場合です。義務付けられた場合とは、上司から明日の朝までに自宅で仕上げてこいと指示された場合などです。今回ははっきり指示していますので、あのまま持って帰って仕事をすれば労働時間とみなされます。指示していた証拠でもあるんですか？私の目の前で言ってたじゃないですか。お前の言うことなんて証拠にならん。私も聞いていたし、あなたの部署で部下たちに言っていた録音もあるから観念しなさい。くっそー。話に戻って、第2に持ち帰り残業を余儀なくされる状況にあった場合です。余儀なくされるとは、指示はないけれども持ち帰り残業をしなければ指示業務を終えることができず、上司の態度や行動からも持ち帰り残業をしなければと思ってしまう状況であることです。持ち帰り残業ではありませんが、所定労働時間外に社内であっても自宅であっても業務に関する資格取得のための勉強をしている場合です。この場合、その資格取得の勉強が自由ないしで上司の指示がない場合は労働時間とはみなされません。資格取得を義務付けられて所定労働時間外に勉強をするように指示がない場合でも、その資格取得の勉強が到底所定労働時間内で終わるようなものではない場合は労働時間とみなされることがあります。外国語を習得するために所定労働時間外に外国語スクールなどに通うことを
指示された場合で、スクールに通うことが義務付けられている場合や、不参加による不利益がある場合、業務に直結する場合などは労働時間とみなされます。さて、前回の件があるにもかかわらず、さらに労働時間をごまかすような行為は許されません。葛高町、前回の件も含めて今回の件について顛末書を提出するように。はあ。その顛末書と総務部の意見書をコンプライアンス委員会に提出します。このようなことが発生してしまう状態は業務部長の考えなんでしょうか。どうかな。まあ今回の件で業務部長とも話さないといけないので、その時確認してみるよ。労働時間の問題もまずいけど、無許可の社外費持ち出しはかなりまずいね。はあ、疲れた。これでまた一つ片付いたな。持ち帰り残業は労働者の考えもいろいろで、どう扱うべきか難しい場面もあります。当然今回のような残業としないという目的で悪用している場合は論外です。社外研修やセミナー、各種スクールへの参加は労働時間とみなされると思われる状況でも、労働時間として取り扱われていない場合があるようです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。